なんと、まさか本当にやり遂げられるとは。援軍ですね。わかりました。おぼろお姉様、すぐに援軍を。援軍を向かわせることができるほど余裕がある状況ではありません。ここで兵を割いては戦場の均衡が崩れ、再び鬼の有利となりましょう。今は健介隊を信じるしかないのです。でも気持ちは痛いほどわかります。私も今すぐ飛び出して健介様を助けに行きたい。ですが我らの役目は健介様の戻ってくる場所を守ることです。違いますか？それはそうですけど。ならば信じなさい。あなたが全てを託した古今無双の殿方のことを。はい。健介、本陣から返事が来たけど、やっぱり援軍は無理っぽいみたいだし。私たちは交代するしかできないけどね。しかし調子に乗った鬼たちを数少ない健介隊だけでいなし続けるのは厳しいのじゃ。お任せなのです。アヤナがやってやるですよ。後ろはザクロが受け持つっす。大船に乗った気でいたらいいっすよ。カブラ屋の音？どこからじゃ？西の方を見るですよ。あの旗は。江南にその人ありと謳われた蒲生が即女、蒲生中三郎梅増秀、ここに見参ですわ。愛しのハニーに手出しする鬼ども、神に祝福を受けた我が愛想にて尻の穴から脳天に向かってざっくりザクザク串刺しにして差し上げますわ。お待たせいたしましたわハニー。あなたの蒲生梅、ただいま参上つかまつりましてよ。これよりハニーをいじめた鬼たちすべて首だけにしてご覧に入れますので、しばしお待ちくださいませ。さあハニーを助けますわよ。しのさん、しずくさん、
っておしまいなさいや、まあ勢いに任せてそう言いたい気持ちはわかりますが、あなたに指図される言われはありませんよ。そうですよ梅さん、ちょっと暴走しすぎです。まあよろしいですわ。とにかく力を合わせてハニーをお助けしますわよ。当然です。ガモウシュ、コデラシュ、竹中シュ、構え、撃て中央ガモウシュは敵右翼に回り込み、そのまま突入して敵を撹乱してください。左翼コデラシュは正射2回。右翼竹中シュは健介隊に合流。健介様のいらっしゃる本隊を立て直します。梅さん、ガモウシュの指揮を。鬼の分際でよくもハニーをいじめてくださいましたわね。デウスに祝福されしこの私の愛想、ムカデキリマルの血サビにしてくれますわ。さあ勇猛にして果敢なるガモウシュ、このエンビナリ兜の後に続きデウスに逆らう異形の者どもを全殺しにいたしますわよ。命を惜しまず名を惜しみなさい。ガモウシュ突撃！シノ、梅さんに軍神マリ視点が舞い降りたみたいです。イノシシつながりですし、致し方ないかと。そういうことを言ってるんじゃないですよ。ここはマリ視点の加護を信じましょう。私たちは。ええ、他の兵を指揮して健介様をお助けしましょう。はい、右はお任せしますよ、雫。左は任せますね、シノ。いざ戦を始めましょう。健介くん、ぼーっとしてる場合じゃないよ。この好機を逃しては状況の打開はできんのじゃ。当然だよ。腕が鳴るね。目に物見せてやるのじゃ。前はひふみに任せるぞい。わしはザクロと共に後ろを指揮するのじゃ。任せましょう。私は本隊の兵を率いて前で動く。健介くん、本隊の指揮を任せてもらえるかな。全てを任せてもらえることは嬉しいのだけれど、こういう時普通ならば多少は揉めるんだけどね。やれやれ、健介くんを下先三寸で丸め込めば連合の兵で天下統一の戦も起こせそうだ。軍神揃い踏みでやりがいがあるじゃないか。遠慮しておこう。自信を喪失して発作的に腹を切りそうだ。はいはい、実行する気もない言葉遊びに時間を費やすのはやめておきましょうね。やれやれ、ひどい言いざまだ。卑怯者なんて嘘吹いてますが、ひふみちゃんが忠義一徹なのよく知っていますから。知っていると言われると裏切りたくなるんだけどな。そういうざれ言は後で聞いてあげます。女房役にそう言われては仕方ない。今は真面目に指揮を取ろうか。お願いします。まったく前置きが長いんですから。性分だよ。では健介くん、隊は預かる。これより健介隊が全指揮を武藤一二三正幸が預かる。我が下地は連合が要。
新田健介様の下知と知れ。全軍奉仕の陣。一点突破で鬼の壁をぶち抜く。鉄砲隊は鉄砲を捨て槍を持て。弓組も同じだ。笹砲を重ねて解く抜くぞ。とにかく援軍に合流することを優先する。走れ解く走れ。かけよ解くかけよ。かけた一歩が寿命をつなぐ雲が糸と知れ。行きやよし。先鋒本田綾菜忠勝、切り開け。任せるです。どーりゃー。さあ綾菜に続くですよ。ムサさん、後ろはついてこれるかい。誰に物を言うておる。余裕なのじゃ。おいザクロ、しんがりを務めるのじゃ。あよーっす。お任せっす。なら後ろは気にしない。任せるよ。了解っす。健介君、綾菜が切り開いた道を全力で駆け抜けてくれ。コナミ、姫野の2人は健介君と氏康の護衛だ。決して後ろを振り返るな。言っている意味は分かっているだろう。恋は私のそばに。もちろんです。ありがたし。行くよ健介君。シノ、健介隊はどうやら鉄砲弓を捨てて槍一本で包囲を突破しようとしているようです。なんとまあ乱暴な。乱暴ですけど効果的な策ですね。鉄砲、弓、槍と3種類ある兵種を一つに統一すれば士気が容易になりますし、足並みを揃えることができる。突破力も上がるでしょうが、変への対応力は下がるでしょう。まさに賭けですね、この式は。ええ、私には真似できないですね、こういう式は。あまりにも運符天符の要素が強すぎます。この策を見るに、おそらく全軍の指揮はひふみさんが取っているのでしょう。なるほど、勉強になりますね。ですが、あの方と私たちでは策の性質が根本から違うように思います。それは確かに乱世向きというか、かの人は逆境になればなるほど策士の血は燃えたぎるのでしょうか。さて、ですがひふみさんの血をたぎらせないように私たちが頑張らないといけないでしょう。大丈夫ですよ。何せあの方も健介様と触れ合ったのですから、他人たちが反骨に向かうことはきっとないと思います。何か知らせでもありましたか？いえ、何も。でもきっとそうだろうなって思えて。否定はできませんね。やれやれ。さあシノ、健介隊と呼吸を合わせますよ。承知。鉄砲組の指揮を任せます。お任せあれ。さあどんどんいらっしゃいまし。三途の川の私ちん、今なら絶賛値引き中ですわ。ハニー、よくぞご無事で。このガモを埋め、愛するハニーのためならば、西は琉球から東は蝦夷地にいようとも万難を排して駆けつけてご覧に入れますわ。さあハニー、このまままっすぐ駆け抜けてシノさんたちと合流してくださいまし。後ろはこの私が守って差し上げますわ。頼まれますわ。さて、健介隊のしんがりはどうやらザクロさんが務めているようですわね。ならばそのザクロさんを守ることが私の役目。江南の地にいた頃は
想像でしかなかったこの武蔵野で槍を震えるとは。これこそ妙理。デウス様、愛する者を守るため槍を振るって殺生する私をお許しくださいまし。そして軍神マリ視点よ、私にご加護を。神戸に抱く塩美のなりは天下に轟く蒲生の兜。デウスの祝福受けし槍、ムカデ桐丸携えて愛しの君を守り抜く。高南が麒麟児、蒲生中三郎梅益秀、腕に覚えのある鬼は遠慮なくかかっていらっしゃいまし。悪則滅ですわ。蒲生家お家流、ムカデ桐丸、カムイ千里子。びっくりしたっす。ザクロさん、ウサさん、ご無事でしたわね。なんだ、健介隊の梅じゃないっすか。あれっす、なんでこんなところにいるんす？ハニーをお助けするためにシノさん、しずくさんと共に播磨から特参じたのですわ。お、援軍っすか。いや、助かるっす。でもなんかおかしな登場の仕方だったっすね。蒲生家お家流、ムカデ桐丸カムイ千里光。体内の気を凝縮して槍に注ぐとともに異界より槍を創造し、共に戦場を駆け抜ける。この私にふさわしいお家流ですわ。あ、そっすか。興味がないのに聞かないでくださいます？いや、興味がないというか、興味を向ける暇もないというかっす。あら、見渡す限り鬼ですわね。さすがに数が多くて手こずってるっす。ならばこの蒲生梅が助太刀いたしますわ。遠慮なく頼むっすよ、ウサさん。兵の指揮は任せておくのじゃ。ザクラは一人で好きに暴れるがよいぞ。さすがウサさん、分かってるっす。助かるっすよ。そんじゃザクロと梅の二人で鬼どもぶっ殺してやるっすか。ええ、ザクラさん、やってやりまくりますわよ。やるっす。シノどうかしましたか、しずく。ありのまま今起こったことを報告します。梅さんが蒲生衆を放置して一人でしんがりまで飛んでいってしまいました。何を言ってるのかわからないと思いますが、私も何を言ってるのかわからないです。飛んでいきましたね。あれが蒲生家のお家流ですか。どうして冷静でいられるんです？ボタンさんのお家流としてはふさわしいものですしね。それはそうですけど、私あまりお家流を見たことがありませんでしたから、つい取り乱してしまいました。五着家中にはお家流を使える者の符はいませんでしたか。はい、健介隊に入ってからというもの、驚かされることばかりです。世が広がって何よりです。そうですね。さて、気を取り直して私たちは私たちの役目を。はい、これより殲滅戦を開始する。皆存分に鬼を刈り取りなさい。そのようですね。熊井笹に藤巴の旗が見えます。おそらくは今孔明、竹中半兵衛殿と播磨の出来人小寺官兵衛殿でしょう。あれが健介さんのお仲間さ。中央はどうなってんだよ。あんな強いやつら関東でもあんま見ないぞ。日立の佐竹、上州の後半
長野、そして阿波の里見、強敵王子といえどこれほどの強さを発揮する兵は確かになかなかいませんね。それに見たところ兵の連度も高い。それだけ中央で巻き起こった先の戦は激戦だったということでしょうか。関東に閉じこもっていてはわからない何かがあったのでしょう。私たちの知らないところで日の本の運命が変わっているのかもしれませんね。でもさ、たとえそうだったとしてもそれは今までのことであって今からは違う。そうだろ姉ちゃん。その通りだよ三日月ちゃん。北条も変わる。北条を変えるの私たちの手で。おい、三日月も姉ちゃんに協力するぜ。いざよい姉様、暁氏則、ただいま帰参いたしましてございます。暁ちゃん、暁暁ちゃん、無事でよかったよ。心配したんだぞ暁。姉ちゃんたちをこんなに心配させて暁は悪い子だ。暁ちゃんが無事でよかったよ。ちょっと待って。落ち着いてください姉様方。そんなの無理だよ。そうだぞ。暁のほっぺをプニプニし尽くすまで姉ちゃんたちは離れないぞ。いい加減にしてください。暁ちゃん、ひどい。何するんだよ暁。ちゃんと報告もしないうちにくっついてくるからいけないのです。だってお姉ちゃん、暁ちゃんが無事で嬉しかったんだもん。暁のほっぺが柔らかいのがいけないんだ。何ですかそれは。とにかく危ないところをこの方々に助けていただいたのです。よじゃ。そしてそれがしでござるよ。あなた様は足利の。それ以上は野暮というものよ。世は新田健介の妻和葉として暁に寄り気しただけじゃからな。まあいろいろと面倒ですからね。今はそういうことにしておいてくだされ。は、こたびのご助力感謝いたします。して世の愛しの主様はどこにおる？健介様は氏康を確保した後、鬼の追撃を振り払いながら交代中です。どれどれ。遠目で見にくいですが、和葉様、あの旗に描かれた家紋はもしや。鶴に笹に藤巴か。どうやら他の妻たちも来たようじゃ。となれば主様はもはや安全ということじゃろ。そのようで。ならば我らはこの場で功を成したがよいかと。じゃな。一体何のことでしょう。決まっておる。この際関東に救う鬼どもを一網打尽にするのじゃ。一網打尽ですか？そういうことです。せっかく氏康殿が一芝居打って鬼を一箇所に集めてくれたのですからな。一芝居ですか？それってどうや。まあそれは後でよいじゃろ。いざよいよ。さっさとゲッチせい。ゲチですか？今より人の逆襲を始めるのよ。ちょっと待ってくれよ公方様。逆襲だって今でさえ戦線が拮抗してるのにどうやって。拮抗しておれば崩せばよい。ただそれだけのことじゃろ。そんな簡単に言うけどさ。まあまあ、
そのあたりはそれがしたちにお任せあれ。いざよい殿は劇の準備を。どうしましょう、お姉様。決めるのはいざよいではありますが、私はお二人に従うべきだと思います。わかりました。ではお二人の考えを伺います。ならば世の軍略を披露してしんぜよう。まずはそうじゃな、かぶら屋を10本ぐらいパパーッと放つのじゃ。10本ですか？さすがにその本数のかぶら屋を放っても王城の軍法では下地を定めていないですよ。だから良いのじゃ。派手にすればあとは主様が考えて動いてくれよ。まあいざよい殿は初めてなればこの方の桔梗ぶりについていけないこともあるでしょうが、誰が桔梗か。それなりに意味のあることですので、ここは疑念をぐっとこらえ従っていただけると助かります。わかりました。他ならぬ健介さんの細君のご要請ですもの。頑張ります。素直で良い子じゃ。ならば世の合図でかぶらや10本景気よく空に放つのじゃ。はい。健介様。妻として当然のことをしたまでです。同じくですよ。近況の報告は後回しにしましょう。今は健介隊の再編と次の一手を打つべきです。はい、関東に救う鬼の殲滅です。そうおっしゃると信じておりました。しかし健介隊だけではさすがに無理というもの。北条の本隊と連携を取りたいところですね。なんというデタラメなかぶら屋の数。北条にはこのような軍法があるのでしょうか。工藤様というの二人の仕業だと思うですよ。きっと何かを健介様に知らせるためにしてるんだと思うです。とするとあのかぶら屋はそれで軍法にもないかぶら屋を放ったと。さすが公方様、むちゃくちゃ天衣無縫ですね。到着っす。やれやれ、久々に骨の折れる戦じゃったのじゃ。お二人ともお疲れ様でしたわ。まあザクロも今は健介隊の一員っすからね。これぐらい当然のことっすよ。いい男になりそうな小僧のために命を張るは女冥利に尽きるというものじゃ。気にするでないぞい。さてさて、これで健介隊は皆包囲を抜けて合流できたということかな。全員が無事というわけにはいきませんでしたが、損害はどれほどになりましたか？およそ200。皆勇敢に戦ってくれました。
ではこれより鬼の殲滅戦に移行すると言いたいところなんだけど、問題はないが、まあ形式かな。シノ、しずく、健介隊の指揮権慎んで君たちにお返しさせてもらおう。今一度組織を再編しておかんと足元を救われることになりかねんからな。そうですね。ではありがたく頂戴いたしましょう。頼む。これで肩の荷が下りたよ。あら、弱音を吐くなんて珍しいですね。そんなに負担だったんですか？負担というより、まああまり向いてないね。やはり借り物だと思うと遠慮が出る。戦は己の兵だけでやるに限るよ。というわけで私は吾妻衆と共に今孔明殿の指揮下に入る。承りました。では健介様、当然ですわね。健介様がやりたかったことなのですから、アヤナたちは全力でお手伝いするですよ。アヤナの言う通りです、健介様。ご主人様の御ために。感動するのは後だよ、健介くん。今は10本のかぶら屋に応えるのが先じゃな。さあ健介、下地をよこせ。その下地に従ってこの年寄りも動いてやるのじゃ。腕が鳴るっすね。乗りかかった船、最後までお付き合いいたしましょう。まあ一応姫野も健介隊の一員だし、手伝ってほしそうだから手伝ってやるし。では健介様、かぶら屋上がった！一本だった！一本はこういう場合どう解釈すればいいのかな。大願成就に向けてまずは一歩ということかの。健介殿はこの日の本から鬼をなくしたいと考えておいでなのですよ。山野に潜む鬼を全て退治するなど夢のまた夢であろう。しかし主様はそうしたいらしい見果ての夢かもしれん。じゃが愛する者がやりたいと言っておるならば、妻として手助けをするのは当然であろう。夢への一歩、今ここより始める覚悟を示した。あのかぶら屋にはそういう意味が込められているのじゃろ。たった一本のかぶら屋にそんなにも強い思いが込められているのですね。人は漫然と生きているわけではあるまい。何かしらの思いを秘めて日々を生きておるのじゃ。身分の違い、生まれの違い、立場の違い、いろいろあるじゃろうがな。じゃが思いを持たぬ人などおらん。そしてその思いを汲み取れるからこそ、世たちは信じて頼ってつながっていられる。それが絆というものじゃ。それは北条とて同じであろう。見果ての夢の実現に向けて健介様は一歩踏み出したのですね。成し遂げるという決意とともに。やらんぞおぼろ。公方様のご不訓に結相など断じて。いやいや、そう焦らずとも大丈夫でございますよ。それは実は健介殿には賢きところよりとあるご免状が下されておりましてな。鬼と戦うものであれば誰でも健介殿の妻になる権利があるという、なんとも都合のよいご免状でしてな。北条家が連合に参加し
鬼と戦う決意があるのならば、両者合意していれば夫婦になれるのです。誰でも何人でも。まあその後の立ち位置はそれぞれの身分により多少は上下いたしますが。なんと、それはなんというか、夢のような話を聞かせていただきました。なんだよ姉ちゃん、夢になる気満々じゃないか。別にそういうことでは。でも初めてを捧げた方ですし、こんな私でも日の本の乙女として初めての方にお仕えしたいとも思いますし。乙女じゃのう。姉ちゃん気持ち悪い。誰が気持ち悪いですか。いやはや、次期八幡と恐れられるほどの武者の言とは思えぬつつましやかな発言ですな。いじらしいとも思え、若干怖いとも思え。ひどいです。それぐらいにしておけ。主様とのくんずほぐれつの未来を化粧するのも良いが、それも後の話であろう。はい、今はまず目の前の鬼を殲滅することに専念しましょう。王女を混乱させたその責任、たっぷりと取ってもらおうぜ。じゃあ姉ちゃん、最後の号令しっかり頼むぜ。いざよい姉様、頑張って。お姉ちゃん頑張る。北条家当主としていざよい氏政が全軍に号令します。これより全ての鬼を撃滅するよ。北条を支えるみんなの力を私に貸して。健介、北条本陣が動き出したし。包囲してる鬼たちを細切れにするような動きをしてるっぽい。もちろんです。北条が各撃破に動くのならば、健介隊は鬼を混乱させるよう動くのが得策でしょう。機動力と火力に優れた健介隊ならではですね。ちょっと待ってくれ。私の下知で鉄砲隊の鉄砲は捨ててしまったのだけれど。ああ、それは問題ありませんわ。ほら、お兄ちゃん来たよ。ヤタガラス隊ただいま参上。ほらね。健介隊というのはなんともはや面白い集団だと今更ながら感じるよ。健介様、あやなたちも行くですよ。健介隊武闘派一同、いつでも行けますわよ。やるっすよ。我が才のすべてを振るい、この戦の勝利を愛しき君に捧げましょう。いつでも行けます。任せておくのじゃ。やろう、健介くん。たとえこの世に悪があれど、こらえ生きれば楽があり。苦楽に涙流せども、利害の力に屈するものか。
して死ぬるは運命なれど、春に咲き散る桜のように空に向かって命を燃やす。それこそ人の生きる道。日の本に住まう力なき者たちになり代わり、これより悪鬼羅刹を成敗します。ある程度落ち着いたらヤタガラス隊たちは再度入間川に向かってください。また川から鉄砲撃つの？はい、川を背にしている状況は好ましいですが、川に入られると手が出ない、それを防ぐためです。お兄ちゃんが玉薬があまりないって言ってるよ。問題ありません。ヒヨさんとコロさんの2人からヤタガラス隊用の特製早碁を預かっています。すでに乗船場所に配備していますから、それを持って行ってください。さすがひよっち言うな。かよさんたち長江組は敵を北条本陣に押し込めるように動いてください。梅さんはその反対、入間川に向かって鬼を押していってください。なるほど、鬼を分断するのですか。承知しましたわ。